こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ピラミッド内部に侵入したのはリアルで1年ぶりでしょうか。もうそんなに経つの？覚えている限り、最後に村に立ち寄ったのは村人が数人入れ替わったのを確認した時です。まあでも、ひょっとすると記憶違いの可能性もあります。で、ピラミッド内側に設置した松明は、すでに1万5000本を超えているようです。本当はぜひ夜に眺めてみたいのですが、村周辺の湧き潰しが大変そうなので、まだ自粛しておきます。その方が無難ね。さて、前回はコップンで花を咲かせたり、ピラミッド侵入作戦を決行し、例の影を消滅させました。あとは朝まで待ってから秘密通路を掘り抜くのみで、ジエンドの黒曜石採掘に向けての準備を進めていきます。で、夜までの少々の時間を使って、村人を井戸から救出してしまいます。意外と優しいのね。別に村人を助けたかったからではなく、単に時間経過を待つのが苦手なんです。勘違いしないでほしいです。あれ？おかしいな。村人が浮かび上がってこないわね。ちょっと嫌な予感がします。昔はこのやり方でうまくいったのですが、まあともかく再トライを。水も滴るいい村人ね。どちらかというと、滝に打たれる修行僧です。鍛冶屋ですが。まあともかく原因がよくわからないですが、救出失敗しました。日が悪いのかな？村人や水の仕様変更の線もあるわね。よう、なんだか意外と余裕そうですし、まあまた後日試そうと思います。さて、朝にしてからの秘密通路掘り抜き着手です。それにしてもこの洞窟すごいです。村の最寄りにあるし、あっさりと行き止まりになってるし、一番奥の高さも砂より少し下で申し分ありません。これだけの好条件が重なると、まさに秘密通路のために用意された洞窟と言って過言ではないでしょう。まあでも、ゾンビが湧いて村を襲撃するにも適しているのよね。で、3分ばかりまっすぐ掘ったら鉄鉱石が、ついスルーしそうになりましたが、よく考えると今は鉄は貴重です。あとビーコン用に足りないのは4ブロックだったわね。そういえば4ブロックの件は、ちょっと謎計算してて誤りがありました。すみません。後で訂正します。ちなみにこの秘密通路は、私が村に往復するばかりでなく、村人を引っ越しさせる時にも転用する予定です。ただし今はビーコン用の鉱石ブロックの確保が急務なので、レールのために鉄を消費するわけにはいきません。でも、将来的に鉄は余るかしらね。微妙かもしれないので、いずれ廃校で雲の糸を回収するとき、ついでにレールを回収できればと思っています。さて、あっさりと正午過ぎには秘密通路が開通しました。余韻に浸るまでもなく、鉱石ブロックの準備に取り掛かります。さて、拠点に戻ってアイテム整理を済ませたところです。先ほど謎計算してたというのは、このエメラルド鉱石のことでして、2話前に、鉱石ブロックの数を計算したメモがこちらです。つまりどういうことなの？端的に言いますと1週間ほど前の私は、64+29 を暗算して、73なる数字を導き出していたようです。しょうもなさすぎるミスね。しかも暗算したのがエメラルド鉱石だけだったりして、気づいた時には真面目に凹みました。なお方針変更で、エメラルド鉱石を極力残すことにしたので、この計算自体が無駄となりました。つまり、言わなければよかったということね。さて、ダイヤなどの希少鉱石はピラミッドの上から十数層目に積むので、必要数は100個前後です。なのでダイヤ鉱石は全部ばらしてしまっても問題なさそうです。そもそもシルクタッチで持ってこなければよかったわね。というか、今の時点で黒曜石を掘りに行くと宣言しなければよかったです。ちなみにエメラルド鉱石ですが、山岳拠点の地図を見るところ、すでに山岳を徐々に抜けつつあるようです。手持ちの半分程度は残さないとまずいと判断したのはこのためでもあります。
さて、取引でエメラルドを稼ぐとなると、まずはゾンビ肉の時代がようやくやってきたことになります。田舎暮らしの野戦で結構貯めていたものね。15スタックもありましたので、エメラルドブロック3個程度になるでしょう。今は時間を惜しんでいるので出発を朝まで待たず、車中1泊です。どう見ても車外1泊だけどね。で、田舎暮らし拠点にやってきたところ、どうも店入りのチェストが気になります。時間を惜しんでいたんじゃなかったの？移動や村人取引で結構時間がかかりそうなんですよね。まあこれは別腹ということで、2分ほどで並べ直すとスッキリしました。なおディスペンサーの材料の弓は、3個半ほど溜まっていました。スケルトンのドロップ品ね。で、エンダーチェストには時代に即したゾンビ肉を詰めて、ピラミッド拠点にトンボ返りします。なお、なぜ牧師がゾンビ肉を買い取るかよく考えたところ、食用ではない可能性もあることに気づきました。ゾンビ討伐の報酬以外に何があるのよ。さて、拠点に戻ってアイテム整理をしたところで、まずはゾンビ肉から売りにかかります。なお村人取引は、取引上限の兼ね合いで、入手可能な正確なエメラルド数を事前に勘定できません。ラピスやグローストーンをエメラルドで買い取ることになるものね。なので、エメラルド鉱石解体は最後の最後に行います。そして4分ほどかけて、ゾンビ肉の時代は終焉を迎えました。23個しかエメラルド買えなかったのね。なお、ゾンビ肉の次の時代はありません。あと残っているのはただの村人取引です。なんなのよそのゾンビ肉に対する思い入れは。うおーエンダーマン。なんだか今日も倒せる予感します。また運試しね。まあ今はジエンドに行く直前なので、戦い慣れておくとちょっと安心できたりもします。3発で仕留められたわね。なお、現地ではカボチャかぶって行動する予定です。戦い慣れる意義がまるでないのね。で、次の取引に備えて闇の村を後にしようとしたら、不法秘密通路が早くもバレた。隠してるつもりだったの？でもよく考えると、これは好都合です。ここまでレール敷けば転居してきた村人は村に合流するでしょうから。さてピラミッド拠点に戻ってみると、リードが切れていました。建築中は最近ほとんど切れませんが、闇の村までの往復では切れやすいのかもしれません。村人に構っていると脱走しやすいのね。多分、拠点から離れた時の高さが関係あるように思います。で、もう一つのリードがどうも見当たらず、探しているマニロバが逃げてしまわないかと気が気でなりません。とか思っていたら、うおーそこ登れたんだ。チェストが階段状になっているものね。さて、ともかく金と鉄の精錬が終わり、ビーコン用ブロックは残り18個になったところで力尽きました。次に取引するのは石炭鉱石です。ブランチマイニングで持ち運ぶとかさばるもので、これも極力必要数は残したいところです。で、ゲーム中断中に吟味したところ、石炭鉱石は4スタック残せばひとまず足りそうです。それだけでいいの？早くても130層あたりに積むことになりそうです。というわけで遠慮なく解体していき、というか、数々の鉱石をシルクタッチで持ち帰った作業が無駄となってしまいました。まあともかく、石炭取引では51個のエメラルドを回収できました。まずまずの数になったわね。17個でエメラルド1つ買えるのが美味しいです。でもまだまだ足りないので、次はサトウキビを紙にして売ってしまいます。メガタイガを探しに行く予備は残さないの？次の建築ターンが長そうなので、その間に量産できると思います。そして再び闇の村で、18個のエメラルドを入手。で、最後に50個のエメラルド鉱石を残し、なんとか164個のビーコン用ブロックを確保することができたところで、キリがいいので今回はここまでです。手間取ったわね。
今度こそ数は間違いないはずです。というわけで、やっとジエンドに乗り込む準備が整いました。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。